こんばんは。はるです。今回はミッドリーダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手など追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のミッドリーダー選手のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、新選手の追加っていうのはないんですけれども、前回と比べるとですね、バーサスのアセンシオを下げたという風なことになってます。で、そして続いては C ですね。C もですね、新選手の追加っていうのは、ないんですけれども、前回と比べてですね、ハジだったりとか、あとはロイスだったりとかを少しランク的には下げているという風なことになってます。で、そして続いては B ですね。B はですね、新選手の追加があります。RTTF のメリーノですね。で、前回と比べると、マケレレだったりとか、あとはバレッラ、ストイチコフあたりをですね、少し下げたという風なことになってます。新選手メリーノはですね、全然使えます。44ですし、デカさっていうのがね、ありながらですね、パスもね、ある程度出せるという風な選手、うまい選手になりますし、ペース自体がね、もうちょっと上がればっていう風なところで、結構惜しかった選手にはなりますね。やっぱりデカさがある程度あるので、フィジカルだったりとか、取り切る守備っていうような部分では、全く今の現環境不満はあまりないかなという風なところですね。ただボールを持った時はどうしても重たさっていうのがねあったりするので、早めにねパスをつないだりとかするのがいいかなと思います。意外とシュートなんかもね決めてくれたりとかは、するんで、ちょっと使いにくさはありながらもですね、現環境だったら全然スタメン級 B ランクには入ってくるかなという風に思います。この先のアップグレによっては化けてくるカードかなと思いますね。で、そして続いては A ですね。A はですね、新選手の追加というのはこちらもありまして、RTTF のシャビ・シモンズだったりとか、ペドリですね。で、また TOTY 特別賞のベルナルド・シューバ。で、あとは RTTF、SBC で来ました、キミヒですね。で、TOTY 特別賞のムシアラ。で、ミニリリースで、来ました、RTTF のグエンドゥージ。そして RTTF のザンボ・アンギサと、これらの選手が追加した選手になってます。で、またですね、インターワールドカードのレナト・サンチェスなんかを前回と比べると少し下げたという風な形になってます。新選手、シャビ・シモンズはですね、やっぱり軽いです。本当に軽さがありながらですね、守備も意外とできるっていうのがいいところかなと思います。なんで 3CM の一角とかでも全然担えるという力持ってますし、軽さとテクニカルのプラスがついているっていう風なことで推進力持ってですね、速さがありながら後ろからぐんぐん運んでいくっていうことができますね。シュート力がちょっと低いんで、その近距離、なかなか結構近距離じゃないと決めきれないっていうのがありますし、フィジカルもね、能力値はね、割といいんですけど、結構ね、負けてしまったりとかは、する選手にはなるので、軽い選手を扱えるっていう風な方、使用感いいっていう方は、個人的にはこの人結構おすすめかなと思います。なかなかね、初戦がレアル・マドリードっていうようなことで、アップグレードされないままね、終わる可能性もあるんですけれども、レアルに勝ってですね、または引き分け、でもですね、プラス1はされるので、アップグレに期待かなと思いますね。で、そして続いてはペドリですね。RTTF。こちらもですね、非常に強い選手に、なってます。特にパス面だったりなんかは、ペドリだからこそ通ったみたいな、パスがあります。やっぱディフェンダーがちょっと反応遅くなるとか、そういう風なパスを生み出せるような選手で、パスとかドリブルに関してはもう何の不満も、ないですね。ただシュートもうちょっと欲しいなーっていうところと、守備ももうちょっと欲しいなっていう風なところなんで、完璧、それこそね、この先の S ランクに入ってくるほどの、アップグレードってはまだされてないなという風には感じますね。ただ中盤の選手に本当にね、使用感の良さとかパス面をね、求めるっていう方はペドリはめちゃくちゃいいという風に思いますし、プレイサルプラス2つっていうようなところ、パスね2個ついてはいますので、本当にパスに関しては素晴らしいなという風に思います。今後アップグレプラス2、プラス3ぐらいまでされるとですね、もうかなりメタ選手、メタオブメタの選手になるかなという風に思いますね。
で、そして続いては TOTY 特別賞ベルナルド・シューバーですね。こちらサンダースラッグとほぼね、能力は変わりはないんですけれども、逆足がね、4だったりとか、プレイサルプラス2つ付きっていう風なところは結構大きいのかなと思います。ただそこまで、そんなに大差はないかなっていう風な、ところで、前回のティアリストも A ランクでしたし、そこまでこう変わらずという風なところで、この A という風なことにこのベルシルも、してますね。でそして続いてはキミヒですね。RTTF のキミヒ。この選手 SBC でね、来たんですけれども、十分作る価値はあるというふうに思います。自分自身やっぱバイエルンというようなことには期待をしてますし、プラス2、3全然あり得るかなというふうに思います。またですね、決勝とか行ってもおかしくないんじゃないかなというふうにも思うので、そうなってくるとプラス3とか、プレイスタイルプラスが3つになる可能性もありますし、個人的にはそこに期待を、します。今後のアップグレードも込みで安いかなと思いますね。で、また、プレイスタイルのところでも2つついてるという風なこと、パス面ですね、ついてるというのは非常に素晴らしいなと思いますし、守備ね、めちゃくちゃ守備戦というよりかは、周りを使いながら、ビルドアップも助けれるっていう、そんな選手にはなりますので、本当に中盤の底の選手としてパスを振り分ける能力っていうのも非常に高くなってます。で、またドリブルに関しても全然持てる力っていうのを持ってますし、ペースもね、速くはなりました。もうちょっと欲しいところではあるんですけれども、それは今後に期待というふうなことで、今の現環境ではですね、全然 A ランクには入ってくるかなと思いますね。そして続いて TOTY 特別賞ムシアラですね。こちらもバイエルの選手になるんですけれども、強いですね。普通に強いなというふうに自分は思いますし、テクニカルのプラスはもともとね、ついているところから、能力が高くなって、シュートも、ちゃんとこの人は決めきれるようにはなりますし、パスもね、上手くなったっていうのも一ついいポイントかなと思います。で、単純にね、ペースも90ありますし、スキルも5逆足4なんで、30万ちょっとぐらい多分買えると思うんですけれども、十分強いなと思います。ブンデススカットの方だったらやっぱこの人入れるべきかなと思いますし、ドリブル好きな方にとっても非常に使用感が良くですね、あとちょっと守備もできるっていう風な感じなんで、なかなか強い選手になりますね。で、そして続いてグエンドゥですね、RTTF のミニリリースで来た選手になるんですけど、この人ね、10万、11万、2万ぐらいで買えるんですけど、結構安いと思いますね。今の現価境全然 A ランクに入っても、おかしくはないかなという風にも思いますし、あとプレイスタイル面でね、もうちょっと欲しいなというか、数自体はついてるんですけど、守備面のところでなんかもうちょっとついてたらよかったなっていう風には思いますね。ただ、全然やっぱ能力以上にグエンドジ強さをね、感じますし、フィジカルもね、81しかないようには思えないぐらい、結構ね、ゴリッと取ってくれるシーンもあったりとかはしますし、あとは唯一ね、逆足さんっていうところがちょっと残念なところではあるんですけれども、ペースもね、80にあって、レーサーもね、90までありますし、本当にバランスがいい、そんな選手になってます。なかなかね、ラツィオっていう風なところがね、それこそラツィオは1戦目バイエルンにはなるんで、その中で、能力がどれだけアップグレードされるのかどうかという風なところですね。個人的にこの人はプラス、3とかされると、本当にメタにはなれるかなという風に思うので、ラツィオちょっと難しいかもしれないんですけれども、その CL の勝ち上がりにちょっと期待ですね。でそして続いてザンボ・アンギサーですね。アンギサーもですね、ケミが難しいんだけれども、多分20万弱ぐらいは、している選手になるので、結構強さがありますね。ケミはやっぱり難しくて、セリエやスカットの方じゃないとなかなかね、スカットにそもそも組み込むことはできないんですけれども、もともとポテンシャルっていうのはしっかりあって、フィジカルが強くって、あと守備能力もね、しっかりしていてですね、またパス面だったりとかも、意外とあるっていう風な、そんな選手になります。で、ペースもね、82までありまして、逆足も4だし、で、ジョッキのプラスもついてはいるので、個人的には普通になんかいいボランチだなという風には思いますね。ドリブル自体がね、若干ちょっと反転とかが遅かったりとかはする場面はあるんですけれども、ただ非常にコスパがいい、そんなボランチの選手にはなりますね。予測とか、インターセプトとか、他のプレイスタイルがね、この人もついていたらよかったなというふうに思うんですけれども、十分強さはありますね。
そして続いては S ですね。S はですね、新しく追加した選手でいうと TOTY 特別賞のバルベルデだったりとか、 SB してきました TOTY 特別賞モドリッチですね。で、またこちらも SBC フラッシュバックのカンテで、そして直近ですね、RTTF のクロースと、こちらの選手たちを追加を、してます。まずは新選手ですね、TOTY 特別賞バルベルデですね。バルベルデに関してもレディアクティブかな、同じ OVR90 のやつがあるんで、能力的にはもうほぼ変わりはないです。ただこちらの方がプレイスタイルプラス2つという風なことで、ラピッドのプラスと容赦なしのプラスっていう風な感じですね。プレイスタイルが若干新しく追加されたかなっていう風な感じなんで、もともとね、レディアクティブでも自分的には S ランクだった選手が、同じぐらいのね、力で来たという風な感じなんで、当たり前に今の現環境でも最強の、ボランチ中盤の選手にはなりますね。で、そして続いてはモドリッチですね。SBC 価格としては非常に高かったんでスルーした方が多いかとは思うんですけれども、力は十分あります。強さっていうのは十分に、あるので、この人もね、前回だったら RTTK93 のねカードが S ランクだったんで、そこであまり能力変わらず、またプレイスタイルプラスが一つついたっていう風なことで、この人もまだまだ安定に力がある、S ランクの選手かなという風に思ってここに入れてますね。で、そしてフラッシュバックのカンテですね。このカンテに関してはペースが大きく上がりました。86まで、上がりましたし、ケミがちょっと難しいからなのかわかんないんですけど、相手に見ることそこまで、ないです。ただ自分は作って結構愛用をしてますし、普通に強いなというふうに思います。インターセプト面だったりとか、あとは予測、またクイックステップで容赦なしのプラスがついているっていう風なことが個人的には非常に嬉しいなという風に思います。フィジカルの数値はねどうしても弱いんですけれども、このフィジカル以上に、ちゃんと取り切ってくれるシーンが多いですし、守備面に関しては何の不満も、ないです。またドリブルに関しても軽さがありますし、パス面もね若干は改善をされている。めちゃくちゃうまいっていうわけではもちろんないんですけれども、まだカンテっていう風な選手時代を考えるとパス面は改善されてるのかなと思います。なのであまり、不満っていうのはなくって、この時間作ってよかったかなという風に思いますね。で、そして続いて RTTF のトニ・クロースですね。クロースに関しては非常にアップグレードをされました。この先のねアップグレード次第ではあるんですけれども、今作の中で言ってもですね非常に素晴らしいカードの一つになるんじゃないかと思いますね。まずやっぱりロングパスのプラスと予測のプラスが新たについたっていうようなところが素晴らしいなと思います。能力に関しても守備面、しっかり高くなってますし、フィジカルも若干改善をされたという風なところで、まず守備面の強化がね行われたっていうのはでかいなと思いますし、あとはペースの部分で84まで上がりましたんで、やっぱねクロース好きな方も多いと思うんですけれども、その中で本当にパスだけっていう風な感じだったんで、なかなかゲームで活躍がしづらい、そんな選手になってしまったんですけれども、非常にやっぱ多くのものが改善をされて強化をされたっていうところで、めちゃくちゃ価値があるカードになりました。で、シュートに関しても決定力が低いんですけれども、逆足5という風なところとシュート力が結構高いで、またレーサーもね91もありますんで、2列目3列目からですね上がっていって決めきるっていう力は十分に持ってます。で、パスはさすがっていう風な感じであるんで、もう本当にこれからのアップグレー次第ではですね、最終的にレアルが優勝するなんてことがあればですね、かなり優先度が高い、そんなボランチの選手にはなるんじゃないかなというふうに思います。まずやっぱ予測のプラスついたって結構でかいかなっていうふうに思うので、本当攻守にわたって、またビルドアップの、面でですね、優秀すぎるほどの中盤の選手になりますし、めちゃくちゃ強いなというふうに思いますね。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。